タオル頭で悪ふざけをしながら客席を取り始めるところがお茶目。これは誰のことだと思いますか？日本アーティスト Spotify 海外トップ4シリーズ最終回のパート4は藤井風編です。初めての方にもわかるようにここで簡単にご紹介します。パート1から続けてご覧の方は2分18秒へスキップして本編をお楽しみください。12月3日、Spotify が2025年 Spotify 海外リスナー年間ランキングベスト4を発表しました。1位は Ado、続いてYOASOBI、米津玄師、藤井風。日本の YouTube を見ている私たちなら、この4組が世界で活躍していることは知っていることでしょう。では、海外のファンたちがなぜそこまで夢中なのか、その本当の理由を知っていますか？音楽性はもちろんですが、今回集めた声を追っていくと、意外な共通点が見えてきます。それは、人柄です。この動画では、海外ファンたちの本音の声を全世界の SNS やファンコミュニティを徹底リサーチして集めました。その不思議な告白をほどいていくことで、あなたはきっと4組の本当の姿をもう一度見直すことになるはずです。例えば、私は空飛ぶ玉ねぎに会いたいよと本気で言ってしまう。あの可愛さ。超人気なのに本当にお客さん来る？って不安がるところが可愛い。タオル頭で悪ふざけをしながら客席を取り始めるところがお茶目。ミステリアスで近寄りがたい感じだったけど、ギターをなくしても、また一からだねって気さくに笑い飛ばすような人でした。さて今のタオル頭で悪ふざけ、誰のことだと思いますか？今日は藤井風編。偶然見かけただけなのになぜか離れなくなる、その理由を海外ファンの言葉で確かめます。第4章、TikTok で見つけてからその後10年分見た。藤井風、オーガニック成長の奇跡。なぜそこまでという驚き。ある海外ファンがレディットにこう投稿しました。TikTok をスクロールしていたら藤井風の死ぬのがいいわを見つけた。最初はそこまで響かなかったけど、何かが私を引きつけた。YouTube に行って、彼の動画を全部見始めた。数時間、止められなかった。別のファンは、彼のコンサートを見るために16時間も運転した。なぜかはわからない。でも、彼の音楽は私を癒す。なぜ、人々は10年分を見るのか。では、藤井風の音楽は何がそんなに特別なのでしょうか。ある音楽ファンはこう語りました。彼のパフォーマンスは信じられないほど生々しく心を動かされる。彼のピアノ、そして彼の声だけで何かが大きく変わる。別のファンの長文投稿から抜粋します。最後にこんな気持ちになったのはマイケル・ジャクソンの時だ。藤井風はそのレベルで本物だ。タイニーデスクコンサートを見た後、彼のすべての曲を聴き直した。どれもが違う。どれもが魔法だ。彼の音楽は、癒しについて、動機づけについて、つながりについてだ。ロンドン・シェパーズ・ブッシュ・エンパイア。人柄が輝く瞬間。2025年7月、藤井風は、ロンドンのシェパーズ・ブッシュ・エンパイアで、2夜連続公演を行いました。このコンサートのレポートから、藤井風のロンドン初登場は、東京ドームのような大スケールではなく、2000人の劇場でのショーだった。だが、その親密さこそが、彼の本質を引き出した。藤井風の MC から、歴史ある劇場、シェパーズ・ブッシュ・エンパイアのステージに立った藤井風さん。超満員のオーディエンスを前に、彼はこの街への特別な思いを語り始めました。ロンドンは本当に美しい街。建物の歴史も、人々の雰囲気も、歩いているだけでインスピレーションをもらえる素晴らしい場所だね。街の魅力を熱く語り、
会場を暖かな空気で包み込みます。しかし、ここで風さんらしいユーモアが炸裂。でも、天気だけは最悪だよね。笑い。苦笑いしながらの毒舌に、会場からは大きな笑いと拍手が湧き起こります。さっきまで晴れていたのに、一瞬で雨が降って、また曇る。まるで僕の気分の移り変わりみたいだ。そんな自虐的なジョークも、彼が言えば最高のエンターテインメントに。けれど、最後にはまっすぐな瞳で、こう締めくくりました。この天気すら、ロンドンらしくて愛おしい。今日ここでみんなと過ごせていることが、僕にとっては奇跡のようです。キャパシティ2000人。手の届きそうな距離だからこそ分かち合えた、飾らない素顔とユーモア。ロンドンの冷たい雨さえも味方につけた、忘れられない一夜となりました。このユーモアと自然さが、海外のファンを虜にしました。別のロンドンのファンは、彼は舞台でタオルを頭にかぶって歌いながら観客を撮影した。その遊び心と親しみやすさに驚きました。これが彼の真の人柄なんだ。さらにパフォーマンス中のエピソード、青春シックという曲では彼は本当に悪ふざけをしていた。タオルをかぶり観客を楽しませようとしていた。プロフェッショナルでありながら完全に自然体。その姿が本当に好きだ。トロント、ノースアメリカでの奇跡。2025年8月4日、藤井風はカナダ・トロントのダンフォースミュージックホールで公演を行いました。インスタグラムでのファン投稿から、藤井風がトロントに来た。彼の音楽、歌詞、信じられないような才能、そして彼の美しい魂。何か魔法のようなものが彼を取り巻いています。彼は私の心の奥底に届きました。別のトロントのファンは、彼のタイニーデスクコンサートは YouTube で何百万回も視聴されています。ビリーやサブリナ、それ以上の視聴数です。彼は本当に才能があり、国際的な評価を受けるべき人です。ベルリン・パリ、ヨーロッパでの感動。ヨーロッパツアーでのレポートから、ベルリンでの藤井風は、単なるアーティストではなく、セラピストのような存在でした。彼のピアノ、彼の声、彼の存在そのものが、治癒をもたらします。別のパリのファンは、彼は10代から YouTube に投稿していたという話を聞きました。つまり、彼は、有名になるためではなく、音楽を作り続けるために YouTube を使っていた。その純粋さが世界中の人々に届いたんだ。2022年の死ぬのがいいはバイラル、運命の分岐点。2022年7月、藤井風の人生は変わりました。タイの TikTok ユーザーが彼の楽曲、死ぬのがいいわを使って推しのアーティストを応援する動画を投稿したのです。その動画は瞬く間にバイラル化し、タイから始まった波は東南アジア全域に広がり、やがて世界へ。その後、ヒットが急速に世界中へ広がり、2022年9月時点で23カ国と地域のバイラルチャートで1位を達成しました。そして驚くのは、2025年のSpotify ランキングでも死ぬのがいいわが、海外で最も再生された国内楽曲部門で2位にランクインしており、2022年以降、超ロングヒットを記録しています。海外ファンからは、こんな投稿が見られます。TikTok で彼を発見したけど、それは始まりに過ぎない。本当の発見は、彼の YouTube チャンネルを見つけた時だ。そこが本当の藤井風だ。10年分の音楽。全部、癒しに満ちている。つまり、海外ファンは、TikTok という入り口から YouTube、そして Spotify へと進み、彼の10年分の音楽アーカイブ全体に浸っていったのです。その過程で、彼らは気づきました。これは単なるトレンドのアーティストではない。10年間、
故郷で静かに癒しの音楽を作り続けてきた人だ。そして今、世界がようやく聴いている。タオルをかぶって歌いながら客席を取る。普通なら何をしてるんだろうと思うのに、なぜか海外ファンはそこで一気に心を許してしまう。それは上手に見せようとするより楽しませようとしているのが伝わるからです。完璧さより自然体。スターの壁より同じ空間にいる人間らしさ。それが入り口は TikTok でも沼は10年分という現象につながっていきます。そしてこの後の最後の章では4組を横断して見えてきた面白い違いを整理します。海外ファンは誰か一人を競わせるのではなく、その日の心に合う人柄と音楽を選び分けているように見えました。声に救われる日、物語に浸りたい日、笑って軽くなりたい日、長年の信頼に泣きたい日。その選び方が見えてくると、このランキングがただの順位ではなくなります。答え合わせをしに、最終章第5章へ行きましょう。最終章第5章。あるのか、違いは？日本ファンと海外ファンの本当の関係。風ファンはアドも聞く？ここで面白い質問がレディットで交わされました。Do Kaze fans also listen to Ado? 風ファンはアドも聞く？その答えは予想外でした。両方好きです。風をよく聞くけど、アドも聞くよ。どちらも違う魅力がある。つまり、海外ファンの間では、この4人のどちらが良いかという競争ではなく、それぞれの個性と魅力の違いを楽しむという姿勢がありました。これは、日本のファンダムとは異なる現象かもしれません。藤井風ファンの特別性。ただし、藤井風に関しては別の傾向が見られました。藤井風のファンから聞かれるのは、こんな言葉です。彼は私にとってセラピスト。落ち込んでいるとき、彼を聞く。他のアーティストも素晴らしいけど、風は違う。自由をもたらす。つまり、藤井風のファンには、他のアーティストとの機能的な違いを感じている傾向があります。アドは、圧倒的な声。YOASOBIは、複雑な音楽。米津玄師は、天才性。藤井風は、癒し。この違いを海外ファンは明確に認識し、使い分けているのです。では、日本ファンと海外ファンの本当の違いは何か？それは、おそらく、こういうことです。日本ファンは、時に、推し活という側面を持ちます。つまり、特定のアーティストを応援することが自分のアイデンティティの一部になる傾向があります。一方、海外ファンは音楽そのものに惹かれているという傾向が強いように見えます。アドの声に惹かれ、YOASOBIのコード進行に惹かれ、藤井風の癒しに惹かれ、米津玄師の天才性に惹かれている。つまり、彼らはアーティストではなく音楽という経験を選んでいるのです。ある投稿は、こう述べています。私はアーティストを応援しない。音楽を愛する。アーティストが美しい音楽を作ったら、聴く。それだけ。ここまでの話を一言でまとめるなら、日本アーティスト海外、トップ4の海外ファンは、上手いからだけでなく、その人の温度に惹かれていました。アドの空飛ぶ玉ねぎに会いたがる可愛さ。YOASOBIの超人気なのに、不安がる誠実さ。藤井風のタオル頭で悪ふざけする親しみやすさ。米津玄師のミステリアスなのに気さくに笑わせるギャップ。この温度があるから、言葉や文化の壁を越えて、音楽が届く。そして私たちも、同じように救われる瞬間がある。エピローグ。こういう人たちなんだ。Spotifyの2025年年間ランキングが示したこと。アド1位、YOASOBI 2位、米津玄師3位、藤井風4位。これは単なるランキングではなく、
世界が音楽の本質を求めているという証だと思いませんか？視覚的な美しさではなく、声の表現。単純なメロディーではなく、複雑なハーモニー。トレンドではなく、本物の癒し。そして、16年の信頼の積み重ね。彼ら4人は、世界中の人々の心を動かし、人生を救っているのです。彼らの音楽は、言語の壁を越え、文化の壁を越え、世界中の人々の心に届いています。そして、そのつながりはいつか日本のあなたの心にも届くかもしれません。彼ら4人の音楽を聴くとき、あなたは世界で何万人ものファンが感じている、その同じ感動に包まれるはずです。皆様の心に新しい音楽の風が届きますように。チャンネル登録をいただけると、次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップもありますので、よかったらチャンネルトップのメンバーになるから覗いてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。